皆さんこんにちは。持田あかりです。今日はグラニースクエアカーディガンの編み方を紹介します。グラニースクエアをつなげたシンプルなカーディガンです。サイズは男性でも女性でも着用できるサイズです。男性が着るとこんな感じでジャストサイズ。女性が着るとこんな感じでオーバーサイズになります。できるだけ丁寧に説明していきますので、ぜひ動画を見ながら一緒に編んでみてください。それでは、スタート！まずはこの作品で使う編み方です。この作品では、鎖編み、細編み、中長編み、長編み、引き抜き編みを使います。それぞれの編み方は、編み方説明の動画の中で一緒に説明しますので、編んだことのない編み方があっても安心してチャレンジしてください。仕上がりサイズはこちらです。画面をご確認ください。だいたいメンズの M サイズから L サイズと同じぐらいのサイズです。ただし編む人の力加減によって仕上がりサイズは変わってきます。使用した毛糸はケイトピエロソフトメリノです。ケイトピエロのサイトからネットショッピングで購入できます。1番のホワイトを15玉、21番のピンクを5玉、6番のベージュを2玉使用しました。ここで同じぐらいの太さの毛糸を探す方法をご紹介します。同じぐらいの太さの毛糸を探すには、毛糸についているラベルを確認してみてください。目安になるのはこの3つです。1g あたりの長さが同じぐらいのもの。これは重さ割る長さで計算できます。次に使用針の目安が同じぐらいのもの。そしてゲージが同じぐらいのものです。これらの数字を比べてみて同じぐらいであれば、だいたい太さが同じであると予想できます。ただし、これらが同じぐらいであれば絶対に大丈夫というわけではなく、実際に編んでみると仕上がりの大きさが違ってきたり、出来上がりの風合いが違うことがありますので、必ず試し編みをしてみてください。ちなみにセリアで購入できる毛糸で太さが近いものですと、ニューベビーちゃん、気ままな羊ちゃん、ルーエあたりです。モチーフは同じぐらいの大きさに編めましたが、毛糸が少し太いので仕上がりの雰囲気は変わってくると思います。また、ウェアを編む際には多くの量の毛糸が必要なので、必要な量の毛糸が購入できるか、編み始める前によく確認するのがおすすめです。必要な道具は、かぎ針、ハサミ、とじ針、マーカーです。かぎ針は7号 4mm を使用しました。この他に 20mm ぐらいのボタンを用意してください。この作品の大まかな編み方を説明します。まずはモチーフを編みます。69枚編みます。すべてのモチーフが編めたら、つなげてカーディガンの形にします。その後、袖、裾、襟と前立ての順に編んでいきます。それでは早速編み始めましょう。それでは編んでいきます。まず輪の作り目をします。左手の2本の指に2回毛糸を巻きつけます。2回巻いたら一度右手に持ち替えて、毛糸玉につながっている糸を左手にかけます。輪になっている部分を左手で挟んで持ってください。かぎ針を持ってきます。輪の中に針を入れて、糸をかけて引き出します。
もう一度糸をかけてループを引き抜きます。これで輪の作り目ができました。1段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを3回編みます。鎖編みの編み方は、針に糸をかけてループを引き抜く。これが鎖編みです。全部で3回編みます。3回編んだら3回目の鎖のところにマーカーをつけておきます。マーカーはこのように鎖編みの V 字に見える部分の後ろをマーカーが通るようにつけておいてください。この鎖編み3目は長編み1目と同じ扱いをしていきます。長編み2回、鎖編み2回を編みます。長編みの編み方は、針に糸をかけて輪の中に針を入れます。糸をかけて輪から引き出します。針に3本糸がかかっている状態になりました。糸をかけて3本のうち2本のループを引き抜きます。もう一度糸をかけて残った2本のループを引き抜きます。これが長編みです。もう一度長編みを編みます。針に糸をかけて編み地に針を入れます。糸をかけて引き出します。糸をかけて3本のうち2本のループを引き抜きます。糸をかけて残った2本のループを引き抜きます。これで長編みが2回編めました。鎖編みを2回編みます。次に長編み3回、鎖編み2回のセットを3回繰り返し編んでいきます。まずは長編みを3回編みます。次に鎖編みを2回です。この長編み3回、鎖編み2回のセットを合計3回編んでください。長編み3回、鎖編み2回のセットを合計3回編み終わりました。真ん中の輪を引き締めます。針にかかっている糸を少し引き出してかぎ針を抜いておきます。真ん中の部分には2本毛糸があるのがわかると思います。この2本の毛糸に注目しながら一番初めの糸端を少し引っ張ります。少し引っ張ると真ん中の2本の毛糸のうちどちらか1本だけが小さく縮まります。小さくなった方の糸を引っ張って真ん中の輪を縮めます。真ん中の輪が小さくなりました。もう一度糸端を引っ張ります。これで真ん中の輪を引き締めることができました。かぎ針を戻します。
立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。マーカーがついているところが立ち上がりの鎖編み3目めです。マーカーが通っているのと同じところに針を刺します。針を刺したら糸をかけて、今針にかかっているすべてのループを引き抜きます。これで1段目が編めました。最後に鎖編みを1回編んで、毛糸を10センチぐらい引き出してカットします。毛糸をカットしたら糸端を引っ張って、最後に編んだ鎖編みが小さくなるようにしておきます。真ん中から出ている糸は長すぎて邪魔なようでしたら10センチぐらい残してカットして大丈夫です。1段目が編めました。鎖編みを編んだところにスペースが空いているのがわかると思います。この部分を角の鎖編みスペースと呼んで説明していきます。次の段は角の鎖編みスペースから編み始めます。4箇所のうちどこから編み始めても構いません。2段目を編みます。2段目は角の鎖編みスペースから編み始めます。4箇所のうちどこからスタートしても構いません。この段で使う毛糸を持ってきます。糸端は5センチから10センチほど残るようにしておいてください。左手で編み地と毛糸を挟んで持ちます。針に糸をかけて編み地から引き出します。立ち上がりの鎖編みを3回編みます。3回編んだら3目めにマーカーをつけます。鎖編みを1回編んだら、この段の糸端を右側に置いておきます。あと2回鎖編みを編みます。立ち上がりの鎖編みを3回編んで3目めにマーカーをつけました。最初の鎖編みのスペースに長編み2回、鎖編み1回を編みます。最初の鎖編みスペースというのは、今毛糸をつないだこの角の部分の鎖編みスペースのことです。ここに長編みを2回編みます。次に鎖編みを1回編みます。最初の鎖編みのスペースに長編み2回、鎖編み1回を編めました。ここから先は角の鎖編みのスペースに長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回を編んでいきます。では次の鎖編みのスペースに実際に編んでいきます。まずは長編みを3回です。次に鎖編みを2回、長編みを3回、最後に鎖編みを1回です。角の鎖編みスペースに長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回を編めました。
これと同じものを残り2つの角にも編んでください。前の段の糸端が出ている角に来ました。前の段の糸端は角を編むときに編みくるんでいきます。糸端を右側に持っていき、角の鎖編みに沿わせるようにして持ってください。このまま角を編んでいきます。編み地に針を入れたとき、角の鎖編みと糸端が両方とも針にかかるようにしてください。角を編みました。編み終わったら裏面を確認してください。糸端が編み地の中に入った状態になっていると思います。こうするとこの糸は後で糸始末をしなくて済むので後が楽になります。この糸を少し引っ張って緩んでいないか確認しておきます。これで3箇所の角の鎖編みスペースが編めました。最初の鎖編みのスペースに長編み3回、鎖編み2回を編みます。最初の鎖編みのスペースというのは、この糸をつないだスペースのことです。ここにはこの段の最初の糸端が出ていますので、先ほどの角の時と同じように糸端を右側に沿わせるようにして編みくるんでいきます。最初の鎖編みスペースに長編み3回、鎖編み2回編めました。立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。マーカーをつけてあるところです。これで2段目が編めました。糸を切る前に鎖編みを1回編んで10センチぐらい糸を引き出してカットします。糸端を引っ張って最後に編んだ鎖編みが小さくなるようにしておきます。2段目が編めました。3段目を編みます。3段目も角の鎖編みスペースから編み始めます。4つの角のうちどこからスタートしても構いません。針に糸をかけて編み地から毛糸を引き出します。立ち上がりの鎖編みを3回編んで3目めにマーカーをつけます。1回目の鎖編みを編んだらこの段の糸端を右側に置いておきます。鎖編みを3回編んで3目めにマーカーをつけました。最初の鎖編みのスペースに長編み2回、鎖編み1回を編みます。毛糸をつないだのと同じところに編むということです。長編み2回、鎖編み1回編みました。鎖編みを編んだところに穴が開いていますが、4箇所の角の部分は角の鎖編みスペース、それ以外の鎖編みのところに空いているスペースは鎖編みのスペースと呼んでこれから先説明していきます。
ここから先は鎖編みのスペースには長編み3回、鎖編み1回を編んでください。角の鎖編みスペースには長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回を編んでください。これを繰り返して最後の鎖編みスペースまで編んでいきます。次に編むのは角ではない鎖編みスペースなので、ここには長編み3回、鎖編み1回を編みます。長編み3回、鎖編み1回を編みました。次は角の鎖編みスペースなので、長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回を編んでいきます。角の鎖編みスペースが編めました。同じ要領ですべての鎖編みスペースに編んでいきます。前の段の糸端が出ている角に来たら、2段目を編んだ時と同じように角を編む時に糸端を編みくるんでおきます。糸端を右側に持っていき、編み地に針を入れた時、鎖編みと糸端が両方とも針にかかるようにして角を編んでいきます。一番最後の鎖編みスペースまで編み終わりました。最初の鎖編みスペースに長編み3回、鎖編み2回を編みます。最初の鎖編みのスペースというのはこの毛糸をつないだ角の部分です。ここを編むときにこの段の糸端を編みくるんでおきます。長編み3回、鎖編み2回が編めました。立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。3段目が編めました。糸を切る前に鎖編みを1回編んで10センチぐらい糸を引き出してカットします。3段目が編めました。3段目と同じ編み方で6段目まで編んでください。6段目がこのモチーフの最終段ですので、最後は引き抜き編みではなくとじ針を使って閉じます。やり方はこの次の動画で説明します。6段目の最後まで編み終わりました。6段目はこのモチーフの最終段ですので、一番最後の編み終わり方を説明します。かぎ針にかかっている毛糸を10センチから15センチほど引き出してカットします。糸端をとじ針に通します。糸端をとじ針に通しました。最後の部分を閉じていきます。まずは一番最初に編んだ長編みの頭に針を入れます。マーカーがついているのが鎖編み3目めですので、その隣の目になります。このように V 字の下を針が通るようにして針を刺してください。場所が分かったらマーカーは外していただいて結構です。このまま針を通します。
次に一番最後に編んだ鎖編みの真ん中に針を入れます。ちょうどこの糸が出ているのと同じところです。この部分です。このように針を刺すと最初と最後が V 字できれいにつながります。余った毛糸は裏面に糸始末します。編み地をひっくり返して適当なところに針を入れていきます。編み地の中に糸端が入ったら編み終わりのあたりを整えて余った毛糸はカットします。糸始末をします。編んでいる途中で糸端を編みくるんであるところはそのままカットすれば大丈夫です。編み終わりのところもモチーフを閉じたのと一緒に糸始末が終わっていますのでそのままカットして OK です。編みくるまれていないのはこの真ん中の糸端だけですのでこの真ん中の糸端を糸始末していきます。とじ針に糸端を通します。糸端をとじ針に通したらあとは同じ色の編み地のところに糸端を入れれば OK です。入れる場所に決まりはありませんので適当な場所に通してください。余った毛糸はカットします。他の糸端は編みくるまれていればそのままカットして大丈夫ですが、ほどけてくるのが心配な場合は今と同じようなやり方でとじ針に通し、同じ色の編み地のところに糸端を入れ込んでください。ここで一つポイントです。この後すべてのモチーフが完成したら、モチーフを仮留めしてカーディガンの形にし、試着をします。仮留めにはマーカーか短い糸端を使います。糸始末で余分な毛糸をカットしたとき、長めの糸端は捨てずに取っておくと、仮留めをするときに活用できます。詳しくは、モチーフをつなぐの項目までジャンプして動画をご覧ください。これでモチーフが完成しました。モチーフを69枚編んでください。まず最初にモチーフをどのように配置するかとどのような順番でつないでいくかをイラストを使って解説します。カーディガンには5つのパーツがあります。まず後ろ身ごろ、これはモチーフ 5×5 です。次に前身ごろ、これは 5×2 で右と左で2枚です。そして袖、これは 4×3 で右と左で2枚です。必要なモチーフは合計で69枚です。これらのパーツをこのようにつなぎます。つないだものを真ん中で折るとカーディガンの形になります。つなぎ方に決まりはないのですが、私のやり方を説明します。私はつなぎ始める前にモチーフを仮留めしてカーディガンの形にします。少し手間ですが、こうするとつなぐ前に試着をすることができるので、大まかなサイズが確認できます。
サイズを調整したい場合、ここでモチーフを増やしたり減らしたりしてみてください。モチーフの仮留めにはマーカーか短い糸端を使います。角の鎖編みのスペース4箇所を留めてください。では、どのような順番で全体をつないでいったかを説明します。つなぎ方に決まりはないので、この通りにつながなくても大丈夫です。仮止めをしてカーディガンの形になっていると仮定して説明します。まず縦方向をつなぎます。前身ごろからつなぎ始め、そのまま糸を切らず後ろ身ごろをつなぎます。同じように他のパーツも縦方向をすべてつなぎます。次に横方向をつなぎます。こうするとできるだけ糸を切らずに長い距離を一気につなぐことができます。では実際にどのようにつないでいくのか、つなぎ方を次の動画で説明します。モチーフとモチーフのつなぎ方を説明します。今回は例としてこの4枚のモチーフをつないでみます。実際につなぐときは途中で糸を切らずに続けてつなげられるところはいけるところまで続けてつないで大丈夫です。まずこの部分からつなぎ始めてモチーフ同士をつなぐ方法と次のモチーフをつなぐ方法を説明します。その後今度はクロスする部分をどのように処理してつないでいくかを説明していきます。それではつないでいきます。この角の部分から上に向かって引き抜き編みでつないでいきます。編み始めるのは角にある鎖編み2目のうちこれからつないでいく方に近い方の鎖編みからスタートします。こことここからスタートしていきます。まずは右のモチーフの角の鎖編みのゴロに針を入れます。V の真ん中から針を入れて、この左側の毛糸だけが針にかかるようにします。今度は左側のモチーフも同じように鎖編みの真ん中から針を入れて、右側の毛糸だけが針にかかるようにします。2本毛糸が針にかかった状態になりました。つなぐための毛糸を持ってきて、モチーフとモチーフの間に糸端を入れます。針に糸をかけて2本のループを引き抜きます。これで最初の目がつなげました。次からも同じように針を入れていきます。右側のモチーフの長編みの頭に針を入れて、左側にある毛糸だけ針にかかるようにします。左側のモチーフも長編みの頭に上から針を入れて、毛糸が1本だけ針にかかるようにします。そして針に糸をかけてすべてのループを引き抜きます。これを繰り返していきます。今回は動画で説明をするためにモチーフをテーブルの上に置いて作業していますが、このように持ち上げて編んでいただいてももちろん構いません。やりやすい方法でつなげていってください。
モチーフの反対側の角まで引き抜き編みでつなぎ終わりました。次に続けて次のモチーフをつないでいきたい場合を説明します。続けて次のモチーフをつなぎたい場合は、次のモチーフの角の鎖編みにそのままつないでいけば OK です。まず右のモチーフの角の鎖編みに針を入れます。左のモチーフも同じように角の鎖編みに針を入れます。毛糸はこのモチーフの下側を通るようにしておいてください。そしてこのまま引き抜き編みをします。この間の目が緩まないように糸を引っ張って引き締めておいてください。ここからは同じようにつないでいきます。また右のモチーフに針を入れて、左のモチーフに針を入れて引き抜き編みをする。これを続けてつなげていってください。モチーフの反対側の角まで引き抜き編みでつなぐことができました。今回はつなぎ方の説明なので、ここで一度糸を切ってしまいますが、実際につなげていくときには、続けてつなげられる部分は糸を切らずに続けてつなげていって大丈夫です。最後は糸を10センチから15センチほど引き出してカットしておきます。次に引き抜き編みがクロスする部分の編み方について説明します。今この縦の部分はすでに引き抜き編みでつないであって、右から左へ向かって引き抜き編みをしてつないでいるところです。右側にあるモチーフの角のところまで引き抜き編みが終わったら、鎖編みを1回編みます。鎖編みを1回編んだら、今度は左側のモチーフを続けてこれまでと同じようにつないでいきます。これでクロスする部分がつなげました。クロスする部分に引き抜き編みでつないだ編み目がすでにある場合は、そこで鎖編みを1回編んで編み目を飛び越えて次のモチーフをつないでいきます。次にクロスする部分の編み方で飛び越える編み目がつながっていない場合の編み方を紹介します。先ほどすでに引き抜き編みで編んであるところは、鎖編み1回を編んで編み目を飛び越えて次のモチーフをつなぐと説明しましたが、場所によってはすでに編んである編み目がつながっていない場合があると思います。これは袖のパーツなのですが、ここから編み始めてぐるっと一周編んでこう戻ってきたので、ここの角の部分がちょうど編み始めと編み終わりになるため、縦方向の編み目はつながっていません。今右から左に向かって引き抜き編みを編んできて、モチーフの角の鎖編みまで引き抜き編みが終わりました。この場合の編み方は正式なルールはわからないのですが、私はこの編み目の部分で細編みを1回編んでから左側のモチーフを引き抜き編みしています。それでは実際にやってみます。まず糸端は編み地と編み地の中に入れておきます。
そして縦方向の引き抜き編みをした編み目のあたり、適当な場所に針を入れます。向こう側のモチーフも同じように引き抜き編みをした編み目のあたりの適当な場所に針を入れ、細編みを1回編みます。針に糸をかけて2枚の編み地から引き出します。糸をかけて2本のループを引き抜きます。これで編み目の部分に細編みが編めました。細編みを編んだら、今度は左側のモチーフをこれまでと同じようにつないでいきます。このように仕上がりました。脇下の穴の処理について説明します。脇下の部分はモチーフが6枚つながるところになりますので、どうしてもこのように穴が開いてしまうことがあると思います。この穴はとじ針と毛糸を使って塞いでいきます。この穴の近くに糸端が残っている場合は、糸端をとじ針に通して縫っていきます。ここに糸端がなかったり、糸端があっても十分な長さがない場合は、新しい毛糸を適当な長さに切ってとじ針に通してください。とじ針に糸端を通したら、あとは適当な感じでこの穴が塞がるように縫い合わせていきます。何回か縫い合わせて穴が塞がったら、適当な場所から糸端を裏に持っていって糸始末してください。糸端を裏側に持ってきて編み地を裏に返しました。今見えているのは編み地の裏面です。脇下の部分は力がかかるところですので、糸始末をする前にこの糸端を一度結んでおくのがおすすめです。近くに他の糸端がある場合はその糸端と結んでもいいですし、縫ってきた糸しかない場合はこの1本で結び目を作ってから糸始末します。1本だけで結び目を作りたい場合は、まず適当な場所に針を入れます。そして途中まで毛糸を引き抜きます。今回は残りの糸端が短いので、ここで針を外してしまいます。そうするとこのようにループができた状態になります。このループの中に糸端を通します。そして糸端を引っ張り結び目を小さくします。心配な場合はもう一度同じ操作をしてもう一度結んでも良いと思います。結び目ができたら糸端をもう一度とじ針に通してこの糸端を糸始末します。糸端の残りが少なくて針に通すと糸始末しにくい場合は、先に糸始末をしたい場所に針を通しておき、針を刺した状態でこの糸端を針穴に入れます。そして針を引き抜くと糸端が短くても糸始末することができます。これで脇の穴を塞ぐことができました。モチーフをつなぎ終わりました。
袖口を編んでいきます。袖口を編むときは脇からたどったこの編み目の部分から編み始めます。袖口はこのままだと大きすぎるので、少し目を減らしてキュッと絞るために、まずベースになる段で目の数を半分に減らします。目の数が減ったら、その後この部分から向きを変えてリブの部分を編んでいきます。では、脇下をたどったこの部分から編み始めます。脇下の引き抜き編みのところにまずは針を入れます。この辺りでしたらどこでも構いませんので、針が入れられそうなところに入れてください。毛糸を持ってきて、糸をかけて引き出します。ではベースの1段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。すべての目に細編み2目1度を編んでいきます。細編みの場合は立ち上がりの鎖編みを目の数にカウントしないので、一番最初に針を入れて編むのは今針を入れたこの引き抜き編みの部分です。編み地に針を入れて糸をかけて引き出します。次に隣の目にも同じように針を入れて糸を引き出します。次に針を入れるのはモチーフの角の鎖編みのところです。この時に糸端を針の上に乗せておくと、この糸を編みくるむことができます。余裕がある方はこのように針の上に糸を乗せて編んでいってください。針に糸をかけて引き出します。針に3本糸がかかっている状態になりました。糸をかけて3本のループを引き抜きます。これで細編みの2目1度が編めました。最初に編んだ目にマーカーをつけておきます。この先も同じ要領で細編みの2目1度を編んでいきます。モチーフの長編みの部分は長編みの頭に針を入れ、鎖編みの部分は鎖編みのスペースに針を入れて編んでいきます。では次の長編みに針を入れて、この時糸端を針の上に乗せておきます。糸をかけて引き出します。隣の長編みにも同じように針を入れて糸をかけて引き出します。針に糸をかけたら3本のループをすべて引き抜きます。次の長編みに針を入れます。糸をかけて引き出します。次は鎖編みのところですので、この空間の部分に針を入れて糸をかけて引き出します。針に糸をかけて3本のループを引き抜きます。これを繰り返していきます。細編み2目1度編み進めていき、またモチーフとモチーフの間の引き抜き編みをしたところまで来ました。引き抜き編みをしたところも1目と考えて、針を刺せそうなところに刺して隣の目と2目1度を編んでください。一周ぐるっと細編み2目1度が編めました。一番最後に編んだ目にマーカーをつけておくとこの跡が分かりやすくなります。
一番最初に編んだ目に引き抜き編みをします。これでベースの1段目が編めました。ここからリブを編んでいきます。ベースの1段目はこのような向きでぐるっと編みましたが、今度は編む向きを変えて、作り目がこの部分、そして往復編みでリブを編んでいきます。それではリブを編んでいきます。リブの作り目を編みます。鎖編みを12回編みます。鎖編みを12回編みました。この鎖編みの長さがリブの部分の長さになりますので、リブの長さを調節したい方はこの鎖編みの数を増やしたり減らしたりしてください。この鎖編みは何目にしても構いません。ここから先はこの鎖編みを作り目にして往復編みで編んでいきます。ですのでこの鎖編みが横を向くように少し向きを調節します。リブの1段目を編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編みを12回編みます。最初に編むのはかぎ針から数えて2つ目の鎖編みのところです。鎖編みの V 字の真ん中に針を入れて、針に1本だけ毛糸がかかるようにします。針に糸をかけて引き出します。針に糸をかけて2本のループを引き抜きます。これが細編みです。全部で12回編みます。V 字の真ん中から針を入れて、針に1本だけ毛糸がかかるようにします。糸をかけて引き出します。糸をかけて2本のループを引き抜きます。細編みを12回編み終わりました。作り目の鎖編みがすべて編み終わった状態になっています。次にベースのところの目に2回引き抜き編みをします。この毛糸が出ている根元の目は引き抜き編みをした目ですので、ここを飛ばして次の目とその次の目に引き抜き編みをします。まずはこの目に針を入れて引き抜き編み、隣の目にも針を入れて引き抜き編みをします。今引き抜き編みをした目の次の目にマーカーをつけておくとこの跡が分かりやすくなります。これでリブの1段目が編めました。リブの2段目を編みます。2段目は今編んだ細編みのところにさらに編んでいくので、編み地を返します。編み地を返しました。向こう半目の細編み11回と普通の細編み1回、合計12目編んでいきます。一番最初に編むのは1段目で最後に編んだ細編みの頭です。場所が分かりにくい場合は編み地を少しひっくり返してみて、かぎ針から数えて3つ目の V 字のところ、ここが一番最初に編む目になります。V 字の真ん中に針を入れて
1本だけ針にかかるようにして細編みを編んでいきます。次からも真ん中に針を入れて1本だけ針にかかるようにします。この部分を向こう半目と言います。全部で11回編みます。向こう半目の細編みを11回編み終わりました。最後に1目残っています。一番最後の目は普通の細編みですので、V 字の下に針が通るようにして編んでいきます。これでリブの2段目が編めました。リブの3段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。編み地を返します。編み地を返しました。普通の細編み1回と向こう半目の細編み11回を編みます。リブの端になるところは普通の細編みで、それ以外は向こう半目の細編みと覚えていただくと良いと思います。まず一番最初のリブの端の目、これは V 字の下を通るようにして普通の細編みを編みます。次の目からは向こう半目の細編みなので、V 字の真ん中に針を入れて細編みを編んでいきます。普通の細編み1回と向こう半目の細編み11回を編み終わって、リブの部分のすべての目が編み終わった状態になりました。ベースの目に2回引き抜き編みをします。この根元の部分はすでに引き抜き編みをした目ですので、マーカーがついている目から2目分引き抜き編みをしていきます。マーカーがついていた目とその次の目に引き抜き編みをします。今引き抜き編みをした隣の目にまたマーカーをつけておくと間違いにくいです。これでリブの3段目が編めました。ここから先はリブの2段目の編み方と3段目の編み方を繰り返して編んでいってください。リブの一番端の目は普通の細編み、それ以外は向こう半目の細編みを編みます。編んでいって戻ってきたら、本体の方のベースの目のところに2目分引き抜き編みをしてください。引き抜き編みをした後はマーカーをつけておくと、同じ目に2回引き抜き編みをしてしまうことがないので間違いにくくなります。これを繰り返して段の終わりまで編んでいきます。編み始めの近くまでリブを編み終わりました。一番最後の目が1目だけ残った状態になっています。マーカーがついているベースの段の最後の目に引き抜き編みをします。これでリブが編めました。最後にとじ針を使ってこの最初と最後をつなげていきます。針にかかっている毛糸を引き出して、このリブの長さの2倍から3倍程度毛糸が残るようにして糸をカットしてください。毛糸をカットしたら、編み地の裏と表を返して裏側から縫っていきます。編み地の裏と表を返して
糸端をとじ針に通しました。向かい合った目同士をとじ針で閉じていきます。まずは右側の編み地の目に針を入れます。端の部分から数えて12目めのところです。左側の編み地も12目めのところに針を入れます。この先は向かい合った目に針を通していきます。一番端の目まで縫い終わりました。袖口は力がかかるところですので、ここで一度結び目を作ってから糸始末するのがおすすめです。最後に縫ったところにもう一度針を入れて、糸を途中まで引きます。こんな風にループができたら、この中に針を入れて糸を引いて結び目を作ります。心配な方はもう一度同じ操作をして固く結び目を作っても良いかもしれません。結び目が小さくなったらこの糸を糸始末します。今編み地を裏に返して作業していましたので、今見えている方が出来上がった時裏面になります。ですので今見えている方の編み地に糸始末をしていきます。余った毛糸はカットしておいてください。これで袖口が編めました。反対側も同じように編んでください。裾のリブを編んでいきます。今これは見えている方が表側で上下をひっくり返した状態です。左側の身ごろのこの角の部分から編み始めます。裾のリブを編んでいきます。編み方は袖口のリブを編んだ時と同じ編み方です。まずは角の鎖編みのスペースに針を入れて毛糸をつなぎます。針に糸をかけて編み地から引き出します。作り目の鎖編みを12目編みます。鎖編みを12回編みました。この長さがリブの長さになりますので、長さを調節したい方は鎖編みの数を増やしたり減らしたりしてください。鎖編みは何目にしても構いません。ここから先は袖口と同じようにこの鎖編みを作り目にして往復編みでリブを編んでいきます。編み地の向きを変えます。編み地の向きを変えました。1段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編みを12回編みます。一番最初に編むのはかぎ針から2つ目の鎖編みです。V 字の真ん中に針を入れて1本だけ針に毛糸がかかるようにして細編みを編みます。全部で12回細編みを編んでください。
細編みを12回編み終わりました。作り目の鎖編みすべて編み終わった状態です。本体のモチーフのところに2回引き抜き編みをします。毛糸をつけたのが角の鎖編みのスペースなので、次の2目長編みの頭のところに引き抜き編みを1回、その次の長編みにも引き抜き編みをします。今引き抜き編みをした隣の目にマーカーをつけておくと、この後が間違いにくくなります。これで1段目が編めました。リブの2段目を編みます。編み地を返します。編み地を返しました。向こう半目の細編みを11回、普通の細編みを1回編みます。一番最初に編むのは1段目で最後に編んだ細編みの頭です。場所がわからない場合は編み地を手前に返してみて、針から数えて3つ目の V 字のところが一番最初に編む目になります。V 字の真ん中に針を入れて、向こう側の毛糸1本だけが針にかかるようにして細編みを編みます。全部で11回向こう半目の細編みを編んでいきます。向こう半目の細編みを11回編み終わりました。最後に1目残っています。最後の1目は普通の細編みです。V 字の下から針を入れて、V 字の両方が針にかかるようにして細編みを編みます。これでリブの2段目が編めました。3段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編んで編み地を返します。編み地を返しました。普通の細編み1回と向こう半目の細編み11回、全部で12目編んでいきます。リブの端の部分は普通の細編み、それ以外は向こう半目の細編みと覚えていただくと良いと思います。まず一番端の目は普通の細編みなので、V 字の下を針が通るようにして編んでいきます。この後は向こう半目の細編みです。普通の細編み1回と向こう半目の細編み11回、全部で12目編み終わりました。本体のモチーフのところに2回引き抜き編みをします。マーカーがついている目から2目引き抜き編みをします。マーカーがついていた目に引き抜き編みをして、次は鎖編みになりますので、この鎖編みのスペースの部分に針を入れて引き抜き編みをします。2回引き抜き編みができました。その次の目のところにマーカーをつけておくと、この後が間違いにくくなります。マーカーをつけました。これでリブの3段目が編めました。ここから先は2段目の編み方と3段目の編み方を繰り返して最後まで編んでいきます。端のところは普通の細編み、それ以外は向こう半目の細編みを往復編みで編んでいきます。
行って帰ってきたら、本体のモチーフのところに2目引き抜き編みをします。モチーフの長編みのところは長編みの頭に引き抜き編み、鎖編みのところはそのスペースのところに針を入れて引き抜き編みをしていきます。モチーフとモチーフの間にある引き抜き編みをしたところは、ここも1目とカウントして編んでいきます。ここで一つポイントです。裾を編むときはこんな風に洗濯ネットに入れて編む部分だけを外に出して編んでいくと取り回しが良くなって楽ちんです。ぜひ試してみてください。反対側までリブを編んできました。本体のモチーフにあと2目残った状態になっています。この2目に引き抜き編みをします。2回引き抜き編みを編みました。2段目と同じ編み方で向こう半目の細編み11回、普通の細編み1回を編みます。向こう半目の細編み11回、普通の細編み1回を編みました。これで裾が編み終わりました。裾のリブを編み終わったら、このまま糸を切らずに前立てと襟ぐりの部分を編んでいきます。前立てと襟ぐりの1段目を編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを1回編んで編み地を返します。編み地を返したらすべての目に細編みを編んでいきます。細編みは普通の細編みなので、このように V 字の下に針を入れて編んでください。一番最初に編んだ目にはマーカーをつけておくと間違いにくくなります。まずはリブの部分に12目細編みを編みます。モチーフの部分に細編みを編んでいきます。長編みのところは長編みの頭に細編みを1回編みます。鎖編みのところは鎖編みの空間に針を入れて1回細編みを編みます。まずはこの角の空間に針を入れて細編みを1回。この後は長編み3目なので、それぞれの目の頭に針を入れて細編みを3回。次は鎖編みのところなので、このスペースに針を入れて細編みを1回。これを繰り返してすべての目に細編みを編んでいきます。モチーフとモチーフのつなぎ目のところに来ました。前立てと襟ぐりを編む際はつなぎ目はスキップして何も編まずに次のモチーフを編んでいきます。この時にモチーフとモチーフをつないだ際の糸端がある場合は編みくるんでおくと後が楽になります。モチーフが3枚つながっているところに来ました。ここではそれぞれのモチーフの角の鎖編みスペースのところに細編みを1回ずつ編んでください。モチーフをつなげた時の糸端が出ていれば、それを一緒に編みくるんでいきます。まず、最初のモチーフの角に細編みを1回。次のモチーフの角に細編みを1回。
そして3枚目のモチーフの角にも細編みを1回です。これで3枚モチーフがつながっているところが編めました。反対側の裾の部分まで編んできました。リブの部分にまた12回細編みを編んでください。この時糸端は編みくるんでおくのがおすすめです。12回細編みを編みました。これで1段目が編めました。2段目を編みます。1段目の最後に編んだ細編みの頭にマーカーをつけておくとこの後が分かりやすくなります。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。編み地を返します。ここから中長編みを編んでいきます。中長編みを編む場合、一般的には立ち上がりの鎖編み2目は1目とカウントして編んでいくのですが、今回は変則的にこの立ち上がりの鎖編み2目は目の数にカウントせず無視して編んでいきます。ですので一番最初に編むのは前の段の最後に編んだ細編みの頭、先ほどマーカーをつけたこの目になります。ではこのマーカーがついている目に中長編みを編んでいきます。中長編みの編み方は、針に糸をかけて編み地に針を入れます。糸をかけて引き出します。もう一度針に糸をかけたら3本のループをすべて引き抜きます。これが中長編みです。最初に編んだ中長編みにマーカーをつけておきます。マーカーをつけました。あとはすべての目に中長編みを編んで、反対側のリブの終わりまで編んでください。針に糸をかけて編み地に針を入れます。糸をかけて引き出します。糸をかけて3本のループを引き抜きます。これを繰り返していきます。反対側のリブのところまで中長編みを編んできました。一番最後に編むのはマーカーがついている前の段の一番最初の細編みの頭です。これで2段目が編めました。同じ編み方で3段目もすべての目に中長編みを編んでください。3段目まで編み終わったらボタンをつける位置を決めます。試着をしてみてどのあたりからボタンをつけるのが良いか決めるのがいいと思います。位置が決まったらボタンをつける方ではなくボタンホールを作る方にマーカーをつけておいてください。4段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編んで編み地を返します。ボタンホールの位置についているマーカーの手前まで中長編みを編みます。ボタンホールの位置についているマーカーの手前まで編み終わりました。ここにボタンホールを作ります。まずマーカーを外しておきます。鎖編みを1回編みます。
マーカーがついていた目をスキップして、その次の目に中長編みを編みます。こうするとこの部分に穴ができます。続けて2目か3目編んでいってください。少し編み進めたら、この穴にボタンが通るかどうかを確認してください。あまり緩すぎるとボタンをはめても外れてしまうことがありますので、ギリギリ通るぐらいが良いと思います。もし鎖編み1目ではボタンが通らない場合は、鎖編みを2目にして目を2つスキップして中長編みを編んでいきます。今回は鎖編み1目でちょうどボタンがギリギリ通りましたので、この大きさで他の場所も編んでいきます。この先のボタンホールの部分も同じように鎖編みを一度編んで、マーカーがついている目をスキップして編んでいきます。ボタンホールを作りながら4段目を編み終わりました。5段目と6段目もこれまでと同じようにすべての目に中長編みを編んでください。前の段でボタンホールを作ったところに来たら、このボタンホールに針を入れて中長編みを1回編みます。ボタンホールを大きくするために鎖編み2回で穴を作った方は、中長編みを2回この穴の部分に編んでください。次からはこれまでと同じように編んでいけば OK です。6段目まで編み終わりました。あとは糸始末をしてボタンを縫い付けたら完成です。お疲れ様でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またねー。